さあラストいくよ。ジーク鈴木、収入は低め、血圧は高め、司令官くんすくんです。2023年の最終回ですね。今年最後のネタはエブリィ車中泊、しくじりからの脱出。歯がないところに刺さりました。最終回といえば伏線回収ってやつですね。要はあれです。主人公メカは1話で大事に立ったけれども、最終回で敵のラスボスメカにやられて地面に倒れる。敵ライバルキャラは最後の最後で物語の前半で殺したやつに語りかけながら散る。ラストは主人公は成長した結果、その殻コアファイターを脱ぎ捨てていくっていうね、まさに伏線回収。2023年最終回はエブリィで試したあれこれ、今年のしくじりアイテムの組み合わせで真冬の車中泊の快適化に挑戦。まさにしくじりからの脱出。どっちかっていうとサムライジャイアンツバンババンミラクルボ2月アップの動画こちらですね。マイナス12度車中泊、ポータブル電源買わない理由がある。こちらでホタテを使っての車中泊は矛盾があるんじゃないかと。高い、重い、危険、そしてエコじゃないということで、私がこの時にポータブル電源を使わずにこういう方法で車中泊をした方がいいんじゃないかとして提案したアイテムが湯たんぽでした。ただですね、これ実は結果的にはちょっとしくじりでした。確かに湯たんぽは有効だったんですけども、寝袋の中だけがあったかいんですよね。当たり前ですけど。となると私の持っている封筒型のシュラフ、この封筒型シュラフというのは肩のあたりから上がちょっと寒いんですね。露出してる部分はとにかく寒いで、氷点下になると痛いで、やっぱりねマミーシュラフであっても顔のね頬のあたりは出ると思いますので、どうしてもやっぱりですね空間自体をあったかくしたいなっていうのが理想。じゃあこの湯たんぽをもっとパワーアップできないか。小さなシュラフの中だけを温めるのではなくて、もうちょっとね大きな空間、理想を言えばこの湯たんぽでエブリィの荷室と室内を温めちゃうと、そんなことができないかと思って YouTube 動画をいろいろ見てみたんですね。で、とある車中泊系の YouTuber さんのコメント欄にこんなことが書いてありました。ポリタンクに半分ぐらい真水入れて、あとは熱湯を注いで5、60度のねお湯を作って、置いとくと、そうするとね一晩中ポカポカであったかいよなんていうコメントが書いてあったんですよ。瞬時にこれ私嘘だと思いました。というのはお風呂場の湯桶、あれかなり大きな容積のものにお湯張ってるじゃないですか。であれ開けとくとあっという間に冷めますよね。あんなにね大量のねお湯がねすぐ冷めちゃうのに、ポリタンクごときが保温できるかっていうとちょっと疑問だったんですね。ちょっと試してみたいなと思ったんですけどね。ただちょっと疑問でした。で、ポリタンクといえば4月アップのこちらの動画、エブリィ謎のボルト穴で貨物フック取り付け、結局ポリタンク下ろしたんですよ。で、家の難度で遊んでます。このね遊んでるポリタンク、使ってないポリタンクを使ってみたいなと。本当にあったかいのかということでこれをやってみます。そして11月のアップ動画、つい最近ですけども、エブリィ車中泊ジョインワゴンダメ、傾斜車荷室じゃ安眠ができない、微妙な傾斜が安眠を妨げているというのをねやりましたね。ですけどもね、実はたまたまエブリィでも荷室が真っ平らになる PA をたまたま借りられることになったんで、ポリタンク湯たんぽ車中泊、これをやってみようと。まさに最終回にふさわしい内容ですよね。で、ただやっぱりちょっと無理だろうと。この広いエブリィの空間を温めるっていうのはね、氷点下だったら絶対無理だなと思って、じゃあそのね空間自体をちっちゃくしてみてはどうかと、そういう風に発想を変えてみたんです。で、やろうと思ったのがエブリィの荷室の中に小部屋を作る。要は荷室にテントを張る。たださすがに普通のテントはこのエブリィの空間に張るにしてはちょっと大きすぎるんです。一人用のテントであってもちょっと大きい。そもそもね三角の空間が寝るにはちょっと辛いですしね、テントっていうようなものはエブリィの荷室には合わないなと思って、じゃあどういうのがいいかなと考えた時にビニール温室っていうのがあるんですよ。要はお花とかを飾っておく温室ですね。骨組みのいい透明なビニールがくっついてる簡易的な温室なんですけども、これだとテントと違って三角空間じゃなくて四角の空間になるので、もう少し居心地がいいものになるんじゃないかということで、ビニール温室を Amazon で調べて購入しました。4958円、サイズが180の91の91です。今年も金麦をいっぱい飲んだな。さて、ビニール温室車中泊、感動のしくじりからの脱出となるのか、おっさんは氷点下の夜を生き延びることができたのか。はい、今回も PA ちゅうわけでビニールかぶってみました。
日はねちょうどね寒気が入ってきたもんですから、予想気温がねマイナス6度、家から1時間ちょっとぐらいで行ける道の駅に今向かっています。前回の動画はマイナス12度、ポータブル電源買わない理由がある。その時お湯を沸かしたのがマイナス4度ぐらいだったんですけども、カセットボンベってねブタンガスだけのやつ、普通のやつは実はそういう寒いとこ行くと火力が弱っちゃうっていう特徴があって、全然ねお湯がなかなか沸かなかったんですよ。よくよくね調べてみると、実はね寒冷調のねカセットボンベっていうのがあったんですね。私全然知らなかったんです。なので今回は寒冷調のね CB 缶、これをね用意しました。これでねお湯を沸かしてポリタンクに突っ込んで温まってみたいと思います。誰もいないね。道の駅ね、モックル新城、まあここで出ます。何度かわかんないけど、とりあえずさあテントが生かされるよ。寒冷地をセットしたよ。おお、しっかりつくよ。寒冷地をガス、しっかり火が出てる。ビニール温室自体を目隠ししたんで、まあこれで断熱にもなるし、ある程度ね、まあ外からも見ないと。いやー、このテントいいわ。テントっていうか温室、今目隠しを上にかけたんで少したわんでるけど、寝袋持ってるけどなくてもいいかなというぐらいあったかいです。湯たんぽとしてこれ最強。これでいいや。そしてやっぱビニールの中にいるとねあったかいです。すんごいあったかい。これ氷点下でいけるね。1時24分。意外とあるね。なかなか下がんないな。多分70度はねえな。50度ぐらいかな。狭い。ジーク鈴木。予想以上にこれ快適だね。おはようございます。なんじゃろね。ちょっとしたの音がうるせえ。6時19分。6時20分。外気温。マイナス0度。で、今、室内が7度。ちなみに、まだあったかいね。これすごくいいわ。温まります。はい、私のエブちゃんはこれです。時期のが明けるね。寒い。とにかくすげえ結露ね。いやーね、こうやってね、すごいまだ結露拭いたんですけど、まだ湿気がね中でね、結構ね、寝具とかもね湿気を帯びてるんですよ。気持ちちょっと。次回の動画でまたお会いしましょう。ジーク鈴木。今回の動画のお味はいかがだったでしょうか。司令官コンスコンがお送りしました。おっさんは生き延びることができるか。